俺の考えだったりとか、ちゃんと分かるやつに任せたいってことで抜擢していただいたっていうような感じ。年とか本当に関係なくて、こうしたいっていう気持ちがあって変えることができた人だったりとか、結果をしっかり見てくれてる会社だと自分はすごく思ってるので、今まで門司社長に密着はさせていただいてたんですけど、はい、門司社長だけでなく現場で働いてる方とかのリアルな声とかも視聴者の方にお届けできたらなと思ってるので、その第一弾として密着させていただければと思います。お願いします。はい。早速になるんですけど、高橋さんの簡単な自己紹介とか経歴とか、そこのあたりを簡単にご説明いただけるとありがたいです。名前は高橋で、大学を卒業して新卒でアップルに入社したような形になるので、前職とかは特になく新卒で入ってきたような感じです。じゃあ今実際に担当している業務っていうところを具体的にお伺いしてもいいですか？うちの自動受注システムのラクニコスから入ってきたお客様の案件だったりをちゃんと精査して、内容がちゃんとそれで正しいのか、現場に負担がないようにどうしたらいいのかっていうふうに会社の調整だったりとか、その案件の精査をしたり、またはどうしたらもっとラクニコスの案件が受注できるか、どういうふうに料金を変えるべきなのかとか、受注促進がメインになりますね。そのあたりの受注数を増やしたりとか、戦略っていう部分ですか、そういったあたりを行われてるっていう認識ですかね。そうですね。社長と一緒に日々入ってくるラクニコスの案件だったりとか、見積もりいただくお客様の案件内容を見て、それで受注できたもの、失注したもの全て確認して、もっとこういうふうにしたら受注数増えるかもねっていうのを週1でミーティングとかをしながら、受注の促進を今しているような段階です。その業務を行うにあたって大変な部分とか結構あると思うんですけど、一番ここ大変だなみたいな。あとはやりがいっていうところをお伺いしたいなと思います。すべてネットで完結するっていうのがそのラクニコスのいいところであり、逆に難しい部分もあって、東京とか都心の方にお住まいの若い方って、やっぱネットとか携帯というものに慣れているので、もう引っ越しというものがネットで完結するものっていう認識がすごい強いんですけど、地方の仙台だったりとか、札幌の方にも展開してるんですけど、そちらの方の方々はまだネットだけで引っ越しが完結するっていう意識がやっぱまだ薄い方も多いので、東京の方と同じような流れを進めると、ちょっとびっくりされちゃったりとか、こんなので決まると思いませんでしたっていうことで、そこが不信感につながって失注しちゃったりとかっていうこともあるので、エリアごとの漢字とかを読み取りながらやってます。ただそれが逆にやりがいであって、自分のやり方、頑張りで受注数、数字がちゃんと分かるように伸びるので、それやってるとやっぱ楽しいなっていうふうに思います。確かに数字で出るっていうのは結構分かりやすい反面、残酷な部分とかもあるかなと思うので、ちなみになんですけど、この今の業務する前とかって何かやられてたんですか？一応このウェブ営業チームに来る前は、配車管理部っていう受注した案件を適切に配車して、現場の人にこういうコースで行ってくださいっていうコース組のようなものをもともとしていて、そっちで2年ぐらいやった時に社長にお声掛けいただいて、新しくウェブ営業チームっていうものを作るからそっち来てくれないかということで、今こっちの方に出頑張ってるんです。今のいる事業部が新しく立ち上がった段階で高橋さんも一緒に来た。厳密には自分が入る 2,3 ヶ月前から社長主導でプレーみたいな形でやったんだけど、もう本腰を入れてちゃんとやりたい。ただ社長今お忙しいので、自分一人の手だけだと回らないから、俺の考えだったりとかちゃんと分かるやつに任せたいってことで抜擢していただいたような形ですね。重要なポジションですね。だと思ってます。はい。今高橋さん以外のメンバーとかもいらっしゃる感じですか？今自分含め4人でウェブ営業チームは運営してます。はい。それがここそうです。今休憩中なんですけど、この映してもいいですか？全然大丈夫です。ここに3人。どっちかといえばこの3人が実務だったりとかをやってくれて、こっちはコントロールだったりとか、こういう風にしてほしいとか、こういう風に取ってみようかっていうのを指示出して、この3人が主に実務でやってくれてるようなイメージです。ちなみに入社した時の思いとか、こういう経緯で入社したみたいなのってありますかね？もともと大学の学生時代に引っ越しのバイトを2つ掛け持ちしていて、1つがアップルでやっていて、もう1つが大手の引っ越し会社でアルバイトをしていて、大学卒業の時に引っ越しがやっぱ好きだったので、引っ越しを仕事にしたいなって思って、もう1個の大手の会社も入ろうか考えたんですけど、向こうに行くと会社が大きいからすぐ自分がマネジメントして動かせるような立場になれるかって言われたらやっぱ難しいと思ったのと、その時アップルがちょうど支店長だったりとか管理職を募集してますみたいなことも書いてあったりとかしたので、やっぱ自分がそういう方向に向かいたいと思って引っ越しをやっていたので、自分のそのビジョンというか将来の見通しにすごく合うなと思ってアップルの方に入社をしたっていうイメージ。もう成長したい意欲っていうところがあって、そうですそうです。最初から入られて、今に最初は現場スタッフ始めて、3年以内に管理職になれなかったらもう引っ越しやめようと思ってたんです。
そうなんですね。それこそ大学時代先生になろうと思って教職とかを取っていたので、先生になるっていう道もあったんですけど、それを捨ててこっちに来たので、ずっと引っ越しスタッフもそれで極めるっていう道もいいんですけど、でもやっぱ管理職としてこの会社をもっと良くしたいっていう思いがあったので、期限を決めてっていう風に順調に駆け上がってるっていうところですね。そうなんですよね。じゃあちょっと変わるんですけど、はい、今の業務の一日の流れ、もし今後入って同じように成長していきたいみたいな、そういう人に具体的に伝えられたらなと思ってるので、一日のスケジュールを教えていただけるとありがたいです。今日一日のスケジュールは朝出社して、実務のメンバーたちが基本はウェブ営業チームの仕事はしてくれるんですけど、その中でお客様から返ってきたメッセージどういう風に返信したらいいですかとか、受注した案件本当にこの内容で大丈夫ですかっていう質問が毎日頻繁に飛んでくるので、それに対してこういう風に返信してとか、こういう風に返したらいいんじゃないかっていう風なアドバイスを適宜ここでコミュニケーションを取りながら話しつつ、自分は過去のデータを見て、ちょっと最近こういう傾向があるから、じゃあこういう風にメッセージ返した方がいいのかなとか、こういう風な案件受注できたらいいのかなっていうのをデータとかを見ながらカチカチやりながら、週2回ミーティングが開かれているので、そのミーティングの準備だったりとか、あと最近社長の補佐的な役割、社長が出るミーティングの補佐みたいな感じで参加させていただくこともあるので、そのミーティングの内容をまとめたりだったりとか、社長が言わんとしてることを文章にしてみんなに分かりやすくまとめてあげたりっていうような仕事をしてると、もうあっという間に一日が終わっちゃいますね。現場スタッフ一番採用されたいっていうところだと思うんですけど、こういう人向いてるよとか、どういうマインドだったりとか、現場スタッフのこういう雰囲気ですよとか、そういうのがあれば教えていただけると。体を動かす仕事なので、体を動かすのが好きな人だったりとか、部活やってましたとか、そういう人がやっぱ向いてるのと、チームメンバーでコミュニケーションを取りながらやるので、人と話すのが好きな人だったりとか、誰かとチームで何かを成し遂げるみたいなのが好きな人は、すごく現場向いてると思います。営業とかも同じなんですけど、営業だから個人個人の仕事ではあるけれども、やっぱチームとして結果を出すっていうのも大事なので、チームとして結果を出せる人、現場だったら自分と同じような管理者として頑張りたいだったりとか、もっと引っ越しを良くしたい、この会社のこういうところを良くしたいっていうような成長を毎年してる会社なので、その会社と一緒に自分も成長していくような上昇志向がある人がやっぱ向いてるんじゃないですかね。実際に先ほども支店長の小沢さんとお話しさせていただいたんですけど、28歳とかで結構若い年齢でやられてたり、他の方とかも結構年齢層若いのかなと思ってるんです。自分が今27なんですけど、戸沢くんとは1個違いかななんですけど、本当に今支店長で言ったら自分より全然年下の25とかの支店長とかもいるし、基本うちの本社はもうみんな新卒で入ってきてまだ1年目2年目の子が多いので、23とか4ぐらいの子、自分より全然年下の子が多いので、基本は若い子メインなので、よく会社入ったら年上の人がいてちょっと雰囲気がっていうような人とかも全然問題ないというか、むしろ同年代しかいないので、そこでコミュニケーションとか取りやすいのかなっていうふうに思いますけどね。若くても成長できる環境があるのかなって、ちょっと外から見てて思って、本当まさにそうで、年とか本当に関係なくて、こうしたいっていう気持ちがあって変えることができた人だったりとか、結果をしっかり見てくれてる会社だと自分はすごく思ってるので、自分なりにちゃんと結果を出せば年なんか関係なくやらせてみようっていう風に裁量とかを与えてくれる会社なので、やっぱだから自分で何かをしたい、もっとこうしたいっていうのがある人はすごく向いてる会社だと思います。上昇志向、成長志向がある人はすごい向いてる会社だと思います。感じですかね。ありがとうございます。ちょっと変わるんですけど、実際門司社長と物理的な距離も近く働かれてると思うんですけど、その高橋さんから見た門司社長の魅力であったり、こういう人ですみたいなものってあったりしますかね。社長はもう自分のイメージは熱血ですね。もう情熱というか熱血というか、会社を良くしたいっていうのがやっぱ根底にありつつ、結構熱い話し始めると止まらない人なので、そういう強い思いがあるって分かるからこそ、自分ももっと形にしてあげたいなっていうふうにやっぱ協力したいって思いますし、熱い人ですかね、イメージとしては。確かに、ずっと密着とかインタビューさせていただいてて、その熱さとか、ですよね、あと人情深いというか、そうですね、面倒見がいいとかもあると思うので、しっかりと成長させてくれる人なんだなっていう。だと思います。最
最後にアップルさんに入社考えてる人とか、引っ越し業界で働きたい人とか、興味はあるけどまだ自分の将来決めきれてない人とかいると思うんですけど、そういった人たちにメッセージみたいなありますよね。チャンスを常にもらえる会社だし、成果を見てくれている会社でもあるので、自分で頑張って結果出して、動機は何でもいいと思うんですけど、稼げるようになりたいでもいいし、人として成長したいでもいいですし、モチベーション高い上昇志向があるような人はすごくおすすめですね。っていうところで、今回高橋さんの密着っていう形で業務中お忙しい中お迎えいただきありがとうございました。いいねとコメントとチャンネル登録ぜひお願いします。してくださったら、本社長もきっと喜ぶと思うのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。